一人二役、江戸川乱歩。人間退屈すると何を始めるか知れたものではないね。僕の知人に T という男があった。型のごとく無職の遊民だ。大して金があるわけではないが、まず食うには困らない。ピアノと蓄音機とダンスと芝居と活動写真と、そして有利の巷、そのあたりをぐるぐる回って暮らしているような男だった。ところで不幸なことにこの男細君があった。そうした種類の人間に宿の妻というやつは、いや笑い事じゃない。まさに不幸と言つべきだよ。いや全く。別に嫌っていたというほどではないが、と言って無論、女房だけで満足している T ではない。あちらこちら、端まめにあさり歩く。言うまでもなく女房は焼くね。それがまた T にはちょっと捨てがたいおつな楽しみでもあったのだ。一体 T の女房というのがなかなかどうして T なんかにもったいないような美人でね。その女房に満足しないほどの T だから、そのあたりにざらにあるバイタなどにこれはという相手の見つかろうはずもないのだが、そこがそれ退屈だ。勢力の過剰に困っているのでもなければ恋を求めるわけでもない。ただ退屈だ。次々と違った女に接していけば、そこにいくらか変わった味がある。またどうした拍子で非常な掘り出し物がないでもあるまい。T の遊びは大体そんなような意味合いのものだった。さてその T がね、変なことを始めた話だよ。それが実に奇想天外なんだ。遊戯もここまで来るとちょっとすごくなるね。誰しも感じることだろうが、自分の女房がね、自分以外の男に、つまり真男にだね、接しる時の様子を隙見したらさぞ変な味がするだろう。いや実際にやられてはたまらないが、ただふっとそんな好奇心の起こることがある。T のあの気候の動機も、おそらく大部分はそうした好奇心だったに相違ない。T 自身では、彼の放蕩三昧に対する細君の嫉妬を報ずる手段だと称していたがね。で、彼は何をしたかというと、ある夜のこと、頭から足の先まですっかり外で整えた新しい服装で、鼻の下へはちょっぴりつけひげまでして、つまり手軽な変装をしたんだね。そして自分のでないデタラメのイニシアルを彫らせた銀のシガレットケースをたもとに忍ばせて、何気ない風で自宅へ帰ったものだ。細君は T がいつもの通りどっかで夜更かしをして帰宅したのだと信じきっている。いや、それは当然のことだが、つまり T の変装に少しも気がつかなかった。夜更けに寝ぼけ眼で見たのだからそれも無理ではない。T の方でも十分用心をして、新しい着物の島柄なども以前からあるのと紛らわしいようなものを選んでいたし、つけひげは床に入るまで、手のひらやハンカチなどで隠すようにした。で結局、T のこの奇妙な計画はまんまと守備よく成功したんだ。床の中でね、彼らは電灯を消して寝る習慣だったから、真っ暗な床の中でだね、T はやっとひげを押さえていた手を離した。で、つまり当然だね。その異様な毛髪の感触が細君を驚かせた。あら。細君が可愛らしい悲鳴を上げたのは、こりゃ決して無理はない。同時に T としては、ここが最も難しいところだ。彼は細君がヒゲの存在を認めたことがわかると、早速向きを変えて二度とヒゲに触らせないように、布団をかぶってぐーぐー空いびきをかき出したものだ。ここで細君が怪しんであくまで詮索をしようものなら、T の計画はすっかりおじゃんだ。
空いびきをかきながら、彼はもうビクビク者だったというね。ところがサイ君案外のんきなもので、何か勘違いしたとでも思ったのか、そのままじっとしている。しばらく待っていると、スースーと優しいいびきが聞こえてきた。もう閉めたものだ。そこで T はサイ君が十分寝込んだ折を見すまして、そっと床の中から這い出した。手早く着物を着ると、例の銀のシガレットケースだけを枕元へ残して、音のしないように家から抜け出し、それもまともな入り口からでなくて、庭の塀を乗り越したのだ。もうその自分、車なんかありやしない。テクテクと十何丁の道を行きつけの待合へ歩いた。酔狂な男もあったものだ。さて、翌朝だ。サイ君目を覚ましてみると、一緒に寝ていたはずの夫がもぬけの殻だから少なからず驚いた。家中探してみたがどこにもいない。寝坊の夫がこの早朝外出するはずもなし、妙だなと思いながらふっと気がついたのは、枕元のシガレットケースだ。一向見慣れぬ品だ。夫が始終持っているのとは違う。で、手に取って調べてみると、まるで心当たりのないイニシアルが刻んである。中の巻きタバコまで夫の常用のものとは違っている。夫がどこかで取り違えてきたのかとも考えてみたが、さて何とやら腑に落ちぬ。と思い出すのは夕べの髭の一件だ。さあサイ君、どれほどか心配したことであろう。そこへ T が、昨夜家を開けたのが決まりが悪いというような殊勝げな顔つきで帰ってきた。無論服装は前日家を出た時の通り変えているし、つけひげも取ってある。いつもなら、サイ君ただは置かないのだけれど、今日はそれどころではない。彼女の方に途方もない心配があるのだ。妙な具合でだんまりで、T は茶の間へ通る。サイ君は青い顔をして後からついてくるといった塩梅だ。しばらくするとサイ君がおずおずしながら聞くんだね。このタバコ入れ、どっかで取り替えていらっしゃったのじゃなくって、言うまでもなく、例の銀製のシガレットケース。いいえ、それどうかしたのかいと T がとぼけてみせると。だって、と少し甘えて、ゆうべあなたが持ってお帰りなすったのじゃありませんか。へえ、とさらにとぼけて。だが僕のはちゃんとここに持っているよ。それに第一、僕がゆうべ帰ったって？ここで少し調子を高める。この一言でサイ君をハッとさせるわけだね。などと、落語家みたいに会話入りでやっちゃ再現がないからそれはよすとして、よろしく一問一答を繰り返した後、とど、サイ君が昨夜の一部始終を打ち明けてしまうところまでこぎつけた。そこで T はさも不思議そうな顔をしてみせ、そんな馬鹿なことのあろう道理がない。自分は夕べ、バツバツ屋で、何の誰と一晩飲み明かしたのだから、なんならあの男に聞いてみるがいいと、これがつまり探偵小説の言葉で言えばアリバイだね。それは前もってちゃんと頼み込んであるのだ。お前がそのアリバイを務めたのかって？いや違う違う。お前夢でも見たのではないか。いいえ決して夢ではありません。夢でなかった証拠にはちゃんとタバコ入れが残っているのだ。はてな。昔の書物に離婚病というものが見えているが、まさか今の時節そんなこともあるまい。その離婚病というのはね、一人の人間の姿が二つに分かれて、同時に違った場所で違った行いをするというのだ。などと、ちょっと階段めいてみたり、お前そんなことを言って、実はそっとどこかの男を引き入れているのではないか、などと脅しつけてみたり、
それがまた T には何とも愉快でたまらないというのだからいいんがさ。が、ともかくもその日はうやむやで済んでしまった。無論一度くらいではダメだ。T の計画では幾度も幾度もそれを続けてやってみるつもりだった。2回目は少々心配した。サイ君前に懲りているからうっかり変装していこうものなら騒ぎ出しやしないかというのだ。で、今度は、家に入るときには変装もせず、髭もつけずに行って、さて、電灯も消して床につき、サイ君がもう寝入るという頃を見計らって、夢うつつの間にほんの瞬間、例の髭の感触を与え、そして寝入ってしまったのを見すまして、やっぱり前通りのイニシアルを縫い付けたハンカチを残して、家を抜け出す手はずにしたが、なんとそれが再びうまく成功したではないか。翌朝の模様は前の時と似たり寄ったりで、ただサイ君の顔が一層青ざめ、T の狂言嫉妬がさらに手強くなったくらいの相違だった。そうして3度となり、4度と重なっていくに従って、T のお芝居はますます上達し、今ではサイ君にとってはタバコ入れやハンカチのイニシアルの男がはっきりした実在の人物になってきたが、それと同時にここに妙なことが起こってきたのだ。これまでのところはね、まあいわば笑い話に過ぎないけれど、これから先は話が少し硬くなってくるのだよ。人間の心がいかに頼りない、そしてまた不思議なものだといった風の、ちょっと考えさせられるものを含んでいるのだよ。第一に起こった変化は、サイ君の側にあった。その定常をもって聞こえたサイ君がね、女なんて実際わからないものだ。変装した方の T に対して、明らかに T の他の男だと信じつつ、ある行為を見せ始めたのだ。このあたりの心理はかなり不思議なものだが、しかし昔のものの本などによく例がある、つまりそれは何人ともわからぬ男との夜ごとの仰せは、おそらく彼女にとって一つのおとぎ話であったのであろうか。一方において彼女は、変装の T がその都度残していく証拠品を、夫である T に隠すようになった。そればかりか、他の一方においては、変装の T に対して、夫とは別人であると意識した上の罪の囁きを囁くようになった。あなたがどこの何というお方だか、その見知らぬあなたがどうして私のところへ通ってくださるのか、私には少しもわからない。でもあなたのご親切が、今ではもう私には忘れがたいものになってしまった。あなたのおいでなさらぬ夜が寂しく感じられさえする。この次はいつ来てくださるのでしょうか。そうしたサイ君の返信というには少し変だけど、を知った時の T の心持ちは、実際何とも形容のできぬへんてこなものであったに相違ない。一方から見れば、これは T の最初の目論見が完全に果たされたわけであった。こうしてサイ君の方に大きな弱みができてしまえば、彼の宝刀は五分五分だ。決してサイ君に対して引け目を感じる必要はない。だから彼の計画から言えばこのあたりでこの妙な遊戯を打ち切って変装した彼自身を永久にこの世から葬ってしまえばよいのだ。そうすればもともと実在しない人物のことだから後に煩いの残るはずはないと T は考えていた。ところが今彼の心は最初は全然予想しなかった極度の混乱に陥ってしまったのだ。
たとえ仮想の人物にもせよ、サイ君が彼以外の男を愛し始めたというこの恐ろしい事実が彼を打った。はじめは狂言であった嫉妬が真剣なものに変わってきた。もしこういう心持ちが嫉妬と言えるならばだ。そこには相手がないのだ。一体全体誰に向かって嫉妬をするのだ。サイ君は決して T 以外の男に肌身を許したわけではない。つまり彼の恋敵は取りも直さず彼自身に他ならぬのだ。さあそうなると以前はさほどでもなかったサイ君がこの世に二人とないものに思われてくる。そのサイ君を他人に、まさしく言えば自分自身にだが、奪われたかと思うと悔しさは一通りではない。サイ君がぼんやり物思いにふけっている。ああ、彼女は今もう一人の男のことを思っているのだな。そう考えるともうたまらない。T は実に取り返しのつかぬことをやってしまったのだ。彼は自分自身の仕掛けた罠にかかったのだ。慌てて仮装を中止してみたところで、今更何の甲斐もなかった。夫婦の間にはいつの間にか妙な覚意を生じていた。サイ君はともすれば憂鬱になった。おそらく彼女は姿を見せぬ男のことを諦めかねているのにそういない。T はそれを見るのが辛かった。と同時にそれほど心にかけている男というのが実はもう一人の自分であることを考えると、それはまんざら嬉しくないこともなかった。いっそ一部始終を打ち明けてしまおうか。だがそうすることはなんとなく嫌だった。一つはあまりにバカバカしい自分の行為が恥ずかしくもあったし、それにもう一つは、実はこれが最大の原因なのだが、生まれて初めて経験した忍ぶ恋路の身も世もあらぬ楽しさを T はどうにも忘れかねた。彼はそこに本当の恋を見出したように思った。本来の T に対しては世間並みの女房に過ぎなかった彼女が、その心の奥底にあのような情熱を隠していようとは。T は全く意外であった。そして仰せが重なれば重なるほどそのことは明らかになっていった。今更あれは狂言だったなどとどうして言えるものか。しかし、この二重生活をいつまでも続けることは煩わしいばかりでなく、サイ君に真相を悟られる恐れがあった。これまではいつも夜更けを選んで暗い電灯の下や、多くはその電灯さえもない闇の中で会っていたのだし、一方、明白なアリバイが用意してあったからまず安全であったけれど、そんな異常な会合がそうそう続けられるものではない。とすると、そこには三つの方法しかない。第一は仮想の人物を葬ってしまうこと。第二はトリックの一部始終を打ち明けること。そして第三は、実に変なことだけれど、彼がサイ君に愛想をつかされた、いわばこの世に用のない T という人物を辞職して、その代わりに一方の仮想の男になりきってしまうこと。今も言う通り、仮想の人物としてのサイ君とのいわば初恋を発見した彼は、どうにも第一第二の道を選ぶ気にはなれなかった。そこで非常に難しいことだとは思ったが、ついに第三の方法を取ることに決心した。つまり A という男が A、B の二役を務め、それから今度は初めの A を捨ててまるで違った B の方に化けてしまうのだ。かつてこの世に存在しなかった一人の人間をこしらえるのだ。
そう決心すると、T はまず旅行と称して、1ヶ月ばかり家を空け、その間にできるだけ顔形を変えようとした。頭髪の刈り方をたがえ、口ひげを生やし、眼鏡をかけ、医者の手術を受けて一重まぶたを二重にし、その上顔面の一部に小さい傷さえこしらえた。そして髭が伸びた頃にわざわざ九州の方まで出かけて行って、そこから細君のところへ一通の絶縁状を送ったものだ。細君は途方に暮れた。相談を持ち込む親戚とてもないのだ。幸い、夫が多額の金を残していったので、その方の不自由は感じなかったが、そうかといってじっとしているわけにはいかぬ。こんな時、あの方が来てくだすったら、きっと彼女はそう思ったにそういない。ちょうどそこへ、仮装の男になりすました T がひょっこりとやってきた。最初は細君、その男を T だと言って聞かなんだが、T の友人が訪ねてきてもまるで話が合わなかったり、それは T があらかじめ頼んだこの芝居の脇役なのだ。仮装の男の身元が明らかになったりしたので、これも T がこしらえておいたのだ。つい彼らが全く別人であることを信ずるようになった。これが何かそうする理由でもあったのなら、いくら何でも騙されはしないのだろうが、T 自身の心持ちを他にしてはまるで理由というものがないのだ。まさかこんなバカバカしいお芝居が演じられようとは誰にしたって思いもよらないからね。T の細君は案外やすやすと騙されたのも、これは無理もないよ。間もなく彼らは住所を変えて同棲することになった。無論名前も T ではなくなった。おかげで僕ら T の友人は固くお出入りを差し止められたものだ。聞くところによると、その後 T はふっつり遊ばなくなったそうだ。そして、この喜劇にも等しいお芝居が案外好結果を収めて、彼らの中は引き続き非常にむつまじく言っているという噂だ。世の中に変わった男もあるものだね。ところでお話はまだ少しあるんだよ。それはつい最近のことだが、あるところで僕はふと昔 T で会った男に出会った。見ると彼は例の細君を同伴している。で僕は言葉をかけては悪いのだろうと思い、何気ない風を装って彼らの前を通り過ぎようとすると、意外にも T の方から僕の名前を呼びかけた。そして、いや、そのご配慮には及びませんよ。昔から見るとずっと快活な声で T が言った。僕たちはそこにあった椅子に腰掛けて久しぶりで語り合った。何ね、もうすっかり手品の種がわかっているのですよ。これをうまく担いだつもりでいた私の方が、実はすっかりあべこべに担がれていたのです。これはあの私のいたずらを最初から気づいていたんだそうです。でも別段害のある事柄ではなし、それで家庭が円満に行くようにでもなれば、これに越したことはないと思い、つい騙されたような体を装っていたのだと言います。道理でうまく運びすぎると思いましたよ。はははは。女なんて魔物ですね。それを聞くとそばに立っていた相変わらず美しい T の細君は恥ずかしそうに微笑んだ。僕も最初からそんなことではあるまいかと、いくらか疑いを抱いていたので、さして驚きはしなかったが、T にはそれが自慢であるらしく、幾度も同じことを繰り返して、自分で驚いてみせていた。この調子なら、先生やっぱり仲睦まじくやっているな。そこで僕は密かに、ご両人を祝福したことであった。